お邪魔します。いらっしゃい。ちょっと狭いかもしれないけど、椅子とか好きに使ってもらっていいから。はい。ありがとうございます。今お茶入れるね。この前買った紅茶のパック、どこにあったっけ？大丈夫ですよ、よいさきさん。私がやりますから。今日は仕事じゃないんだし、望月さんもゆっくりしてて。でも確かまずお湯を沸かさなきゃだよね。ケトルに水を入れて、重たい。大丈夫ですか、よいさきさん。やっぱりお手伝いさせてください。ごめん。じゃあお願いしようかな。ほなみ、かなでさん、紅茶ごちそうさまでした。美味しかったです。私もごちそうさまでした。よかった。ちゃんと美味しくできてたみたいで、望月さんに手伝ってもらったおかげだと思うけど、本当は望月さんにもちゃんとご馳走できたらよかったんだけど、ごめん。でもありがとう。そんなお礼を言われることじゃありませんから。それにその気持ちだけでもとても嬉しいですから。じゃあみんな落ち着いたみたいだし、そろそろアロマキャンドル作り始めよっか。よろしくお願いします。アロマキャンドルの作り方は本当に簡単なんだ。市販のろうそくを溶かしてオイルを加えてもう一回固めるだけだから。溶かして固めるか。そう聞くと確かに私でもできそうだけど最初はなかなかイメージつかないよね。そしたら順番にやっていこっか。まずはキャンドルに色をつけるためのクレヨンを選んでもらうね。クレヨンで色を？はい、クレヨンを少し削って溶かしたろうに混ぜるんです。それだけでびっくりするくらい綺麗に色がつくんですよ。今日選んだ香りに合わせた色にしたり、層を作って重ねてカラフルにしてみるのもいいかもしれませんね。層を作る。そんなこともできるんだ。はい、もちろん色をつけずに形だけ整えることはできますけど、せっかくだから綺麗に色をつけてみると楽しいと思いますよ。そうだね。やってみたいな。色が決まったら次はろうそくを湯煎で溶かしていきます。とりあえず最初は私がやってみますね。まず大きめの鍋とボウルを3つ用意して、このボウルの中にそれぞれの分のろうそくを入れて湯煎していくね。ろうそくを作るのにろうそくを溶かすってなんだか変な感じがする。そうだね。けどチョコもこういう感じで作るから、それと似てるかも。言われてみればそうだね。ろうそく溶けてきたね。けどなんだろうこれ。紐みたいなのが出てきた。それはろうそくの芯ですね。この芯は後で使うので取り出しておいて、あとはろうそくが溶けきるまでもう少し待つんです。
そろそろいいかな。そしたらさっき選んでもらったクレヨンを入れていくんだけど、ここからはみんなもやってみよっか。わかった。でも入れるってどれくらい？あんまり多くはないかな。入れすぎると芯にろうがうまく染み込まなくなって火がつかなくなっちゃうことがあるから。大丈夫ですよ。入れすぎてないか私が隣でちゃんと見ますから。そっか。それなら安心かな。慎重に少しずつ削ったクレヨンを入れて。ほなみ、これくらいでどうかな？そんなほんのちょっとずつじゃなくて、もう少し入れても大丈夫だよ。そっか。ならこう？いい感じだよ、いちかちゃん。このろうを少しかき混ぜれば、ほら、綺麗に色がついてるでしょ。ほんとだ。すごい。こんなにしっかり色がつくんだ。これでちゃんとできてるかな。よいさきさんも草薙さんもとっても上手にできてますね。ありがとう。よかった。じゃあ次は少しろうを冷ましましょうか。あんまり高い温度の時にオイルを入れると蒸発しちゃって匂いが残らないので。そうなんだ。それじゃあ少し休憩？そうだね。でもそんなに時間はかからないと思うから、今のうちに今回入れるアロマを決めておこっか。そろそろいい温度になってきたかな。それじゃあみんなそれぞれ自分のボウルに選んだアロマを入れてね。10滴くらいがちょうどいいかな。わかった。10滴だね。ちゃんと測れるかな。思ったよりも一気に出てきちゃうとか。大丈夫じゃないですか？香りをつけるためのものですから、ちょっとくらい入れすぎちゃったって。このオイルも入れすぎると火がつかなくなっちゃう原因になるんだけど。でもそこまで慎重にならなくても大丈夫だからね。アロマを入れた鍋をもう一回だけちょっと温めてろうをかき混ぜて。そうだ、みんな型の準備はできてる？できてるよ。この型の真ん中にろうそくの芯を置くんだよね。そうそう。芯はそんな感じで割り箸で挟んで固定してあげれば大丈夫だよ。あとはその型にボウルのろうを流し入れてあげて。わかった。やってみる。それじゃあ、はい、これいちかちゃんのボウル。こぼさないようにだけ気をつけてね。慎重にボウルを持って。もうちゃんとオレンジのいい香りがするな。色もいい感じに明るい橙色になってる。完成したらちゃんと綺麗なキャンドルになるかも。これをプレゼントしたらサキ喜んでくれるかな。よし。そしたらこぼさないようにゆっくり流し込んで。できた。お疲れ様、いちかちゃん。ありがとう。
それで次は何をすればいいの？次はね、特にないよ。あとは、ろうが固まるのを待つだけだから。型に流し入れたら、それでおしまいなの。ね、簡単だったでしょ？もっといろいろやることがあるのかと思ってたんだけど、もう終わりなんだ。確かに、こんな簡単にできるなんて思わなかった。慣れてきたらもっと簡単に作れると思うよ。じゃあ、次は湯煎から自分たちでやってみようか。もちろん、わからないことがあったら何回でも教えるから、何かあったら聞いてね。